日本国内での SRS の方が距離的には近いし、費用も節約できるし、症例写真を見てもタイとあまり変わらなさそうなのですが、実際はどうなのでしょうか？日本の SRS は結果が安定しておらず、いい人はすごくいい、悪い人は人間とは思えないような外性器になって本当に悲惨なことになります。クリニックが公開している症例写真も一番いい結果だけを公開しているので信用はできません。実際、最悪の結果になって弊社に外性器修正を相談される方が後を絶ちません。このやり取りは、弊社の LINE 通話で相談にて、実際にいただいた質問です。日本だから医療レベルは大丈夫。性転換手術を行っている医療機関なら悪いことはされないだろう。と考える方は決して少なくないと思います。この記事では、弊社に相談のあった日本国内での SRS 先として有名な、某クリニック数カ所で SRS を受けた方よりいただいた幹部写真や、術後情報をもとにまとめたものです。GID、性同一性障害学会認定施設である一部の大学病院での SRS ではタイとの比較対象となりうるほど比較的レベルの高い結果が期待できるため、そのような大学病院での SRS はこの記事の内容とは必ずしも当てはまりません。また、日本国内には多数の SRS 可能なクリニックがあり、この記事の内容がそれらクリニックすべてに一律に当てはまるものではなく、日本国内での SRS を完全に否定するものでもありません。あらかじめご承知ください。以下の表は、弊社に実際に寄せられた複数の日本国内での SRS 後の幹部トラブル、修正依頼をもとに、弊社にて日本とタイの SRS でよく比較される項目をまとめたものです。このように、日本国内での手術は気軽に手が出せて、すぐに日常生活に復帰できるように見えますが、その実態は過酷です。大学病院での手術でない限り、クリニックなどでの手術では術後すぐにビジネスホテルなどに移動して自力で患部のケアをすることになり、経験者や医学的知識のない方は患部の状態を逆に悪化させてしまうことがよくあります。結果、小陰唇がなくのっぺらぼうのような外性器で、ポツンと尿道が真ん中にあるといった人間の外性器とは似ても似つかぬ結果となってしまいます。日本国内での SRS で患部の見た目に大きなばらつきがあるのは、大きく2通りの原因が考えられます。1、自力でケアした結果、患部の状態を良好に保てず、状態が悪くなる。2、そもそも術式が SRS、性別適合手術ではなく、陰茎切除や尿道形成など、外性器の形成を伴わない術式のみを選んでしまっている。この2通りとも、医療機関からのアドバイスや説明が不足していることによります。例えば、術後に尿カテーテルを抜去した際、医療機関から排尿後の拭き方や注意点について一切説明がないことが普通となっているようです。一方、タイでの SRS では、距離は遠く、全体予算はかさみますが、必ず入院をし患部の状態を安定させてから退院し、退院後も弊社アテンドスタッフによる的確なケアとアドバイスにより、患部の状態が悪化することを予防しているため、日本国内での SRS と比べて、非常に安定した結果、見た目が期待できます。SRS は同じ手術を2度受けることはできず、特に外性器形成は一生で一度限りの手術です。外性器修正にも限界があり、美しく作り直すことはほぼ不可能です。目先のメリットや利便性、短期休暇で手術できるなどに目がくらんで、長期的、将来的なデメリットを見落とさないよう、長い目で見た手術先の検討をいただけますと幸いです。